なんです。本日なんですけども、もうすっかり夏本番っていう感じの気候になってきましたね。毎日が暑い。で、こう暑くなってくると食べたくなってくるのが、辛いもの。でその辛いメニューの中でも何にしようかなと考えたんですけど、昨年末に一度作ったグリーンカレー、そちらが無性に食べたくなりまして、今回はグリーンカレー第2弾でございます。でもって今回はですね、僕が過去に盛大に失敗しましたとある食材も出てまいりますので、どうぞ最後までお楽しみに。というわけで早速作っていく。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、グリーンカレーということで一回過去に作ったことはあるんですよね。作ったことはあるんですけども、前回がどちらかというと結構教科書通りにこう作ったような感じだったんですよ、僕の中で。ただ一度もう作ったことはあるので、ちょっと今回は僕なりにこうしたらもっと美味しくなるんじゃないみたいな、ちょっともうちょっと手探りな感じでいこうかなと思っております。でまず何をやっていくのかと申しますと、大体どこのご家庭の冷蔵庫にも入っているであろうココナッツ、こちらからグリーンカレーには不可欠なココナッツミルク、そちらを絞るところから始まります。と言いつつ、ちょっとよく考えればちょっと一番時間のかかるこちらのスープ、ちょっとこちらから取ってまいります。時間の効率化ということで。今回のこちらが僕の動画でちょこちょこ登場する親鶏、その親鶏の丸鶏です。今回は丸鶏スープですね。でまずいつもの通りちょっとこのままでは煮出しにくいので足だけ外そうかな。せーの、関節で分けちゃって、あとはもう大体の半分にいっちゃおうかな。一応雑にこんな感じで今回は。であとこちらの胴柄なんですけど、こちらの背中側とお腹側、ここ大きく半分に分かれるので、もうすっごい雑ですけど、クラッチ。今回は大胆にこういった感じの2つ割りで、あとは手羽がちょっと鍋から出ちゃいそうなので、もうこの関節を決めてあげれば素直にこうスパッと取れるので、今回はこういった感じのももと首つるのところと手羽とお腹、こんな感じにばらしてみました。でこの子の胴柄すごい綺麗ですね。なのであとはこのもも肉の骨の周りのこのなんていうか背肝、こういったところをちょっとお掃除して、じゃああとはお鍋にポポポポン。じゃああとは生姜スライスで、冷凍庫に余ってたこちらの金華ハム、あとはなんとなく粒胡椒、あとはここにお水をダーバー。じゃああとは火にかけて、ちょっとあれですね、中華のなんとなくシャンタン味がありますよね、金華ハムが入って。すごく贅沢なスープになっちゃいました。じゃあだんだんと沸き始めつつもありますので、アクとあとこういった黄色い油、こういったものをきれいに取って、っていうか黒胡椒入れるタイミング、フレンチのコンソメみたいにこちらが炊き上がる一番最後にさっとこう香りをつける程度でよかったかもしれないですね。ちょっとタイミング間違えました。でもこれはこれで。じゃああとはアクと油は取りつつ、今回ココナッツミルクなんかも入る関係上、あんまりパイタンみたいにこう重たいスープにすると全体的にくどくなっちゃうので、こうゆっくりふつふつとさせながら、あんまり乳化させないちょっとすっきりめなスープにしようと思います。ちょっと煮出し時間はとりあえずこのまんま4時間。ではいよいよこっからレッツココナッツで、こちらのココナッツいろいろと動画とか拝見してたんですけど、現地の方は結構ナタみたいなものでこうパーンって割られてたんですけど、我が家はナタがないので、他の割り方としてこの金槌を使う割り方があったんですよね。で割り方がこちらのココナッツ、なんていうか桃みたいにこの頭の部分とあとお汁の部分があるんですけど、こう割るんじゃなくてこう割ってたんですよね。だからこれを上下にパカッて割るような感じで、その割り方がこの金槌で頭とお尻のこの真ん中のここをこうやって叩いていく方法。うわ、いける、すげえ。これ肩めっちゃうるさい。でココナッツジュース出てきましたね。
でもなかなか割れない。ダメだ、これすごい飛び散る。よし、ちょっと家の中大変なことになるのでちょっと変更。よし、ちょっとオイスターナイフ持ってきました。こちらココナッツを包丁で割りたいんですけど、包丁で割ると包丁ガッタガタになっちゃうんですよね。でこのココナッツのミルクなのかこのジュースなのかかなり包丁を酸化させちゃうというか腐食させちゃうので、あっという間に包丁が悪くなるんですよ。鋼なら一瞬で錆びますし。なのでこちらのオイスターナイフでちょっと差し込んであげたら、せーの、綺麗に割れた。でしかも結構この果肉部分多いんですね。これ当たった。そう、これなんですよ。僕が以前ココナッツを扱った時は主にこの果肉をいただくこのオールドココナッツではなくてまだまだ青いヤングココナッツだったんですよね。だから一応果肉は入ってたんですけど、なんかプルプルとゼリーみたいな感じになってて、時はね大失敗したんですけど、今回は成功そうですね。ただこうやって割ると結構ジュースが汚れちゃうので、ちょっといいかジュースだけ取り出そうかな。ていうかあれか、僕がもう飲んじゃえばいいのかな。ごちそうさまでした。お腹タッパタッパですね。味わいとしてはちょっと青臭いポカリスエット、そんな感じです。正直こんだけいただいてそんなに僕は好きではなかったかな。ちょっとこの子たちには申し訳ないですけど、とはいえこちらの中のジュースは無事飲み干しましたので、またやっていきましょう。おお、綺麗に割れた。というわけで割り終わりで、ここからはこの中から果肉を取り出す作業に入るんですけど、ココナッツをこうしてみた時になんていうか、この硬い殻の下に薄膜があるんですよね。なんかこう栗の薄皮みたいな、この硬い殻とこの薄皮の間にナイフを入れていくみたいです。なんだかんだ手を怪我しそうなので、こうしてここの隙間にブスッと。全然取れないんだが、とりあえず外周一周ぐるっと回して、一応取れた。これをひたすらやっていきます。オイスターナイフあってよかった。よいしょ。やばい、この作業めっちゃ大変。本当に気を抜くと手を怪我しそうですね、これ。というわけで向きは終わり。結構な重労働でしたね。でこの作業結構タイとかの現地だとパーンって半分に割った後ロデオボーイみたいなこうあるんですよ。そこにちょこんと座って、でちょうど自分のお股の部分からこう金具がこうプッと出てるのがあるんですよね。そこにこれをゴリ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 当てながら削っていくって作業をしていくんですけど、僕が拝見したのはこうやってこの果肉を取り出しちゃうっていうやり方ですね。でさっき僕作業中こういったナプキンなんかを使ってましたけども、この作業軍手必須だと思います。もう右も左も普通に怪我しましたね。皆さんは軍手をつけましょう。してはレッツ薄皮ムキムキパーティーと参りましょう。で今こちらの果肉にこの殻のかけらとかいろいろついてるんですけど、今洗っちゃうとエキスが出ちゃうので洗うのは一番最後に。じゃあちょっとやりづらいのでいい感じの大きさにしながら、だんだんと剥いていきましょう。でこの時使う包丁も必ずステンレス鋼の包丁ではなくそちらを使われた方がいいと思います。やっぱり包丁のダメージが大きいので。全部ひとまずこの形に。ココナッツ絞るの大変。終わった。ではここからいよいよこの果肉についているこういったちょっとカスたちとそちらを水洗いしていきます。でこちらが、キンキンの冷たいお水です。よし、
いよいよこれで絞り出せる準備ができましたね。ここまででおよそ4時間です。では高度文明機器をご用意いただきまして、でこちらに見えておりますのがぬるま湯ですね。でちなみにこの状態のココナッツの実、このまま食べますと確かにココナッツの風味はするんですよ、味もするんですよ。ただなんていうかもう口の中もっそもそになります。なんかもうほんと大量のココナッツパウダーを口に放り込んだみたいな。なのでこのまんまだとそんなに美味しいもんでもないです。経験者は語る。じゃあぬるま湯をちょっと加えて、あんまり加えてもびっしゃびしゃになっちゃうので程よく加減をしながら、はい、いってらっしゃい。すごい想像してた10倍くらいココナッツミルク。せーの。うお、絞れる絞れる。うわ、出る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 。すげえ。これが正真正銘絞りたてココナッツミルク。では早速いただきます。フレッシュ。ちょっと待って、これ氷でキンキンに冷やして飲みたい。まだちょっとぬるいんですよね。うまい。市販のココナッツミルク缶、もうちょっとドロッとしてて結構オイリーな感じに感じると思うんですけど、すごく爽やか、本当にジュースって感じですね。うまい。これにちょっとお砂糖を添加して、でタピオカ加えたらもう完璧なタピオカミルク。じゃあどんどん絞っていきます。というわけで無事絞り終わりで、こちらでおよそココナッツ4玉分ぐらいだと思います。で本当はあとこちらココナッツ2玉分ぐらいだと思うんですけど、我が家の高度文明機器が過労により、ショートしましたので、今回こちらの約2リットル分かな、こちらで終わりにしたいと思います。そしては冷蔵庫でバイバイ。でこちらのスープも4時間炊き終わりましたので、こちらのガラたちは抜けて、うわこれめっちゃ美味しそう。今回そんなにガンガン炊いてないので、このだし柄がめっちゃ美味しそう。なのでここにガラスープの素で柚子胡椒でごま油、あとはこれをあえて、はい、これでだし柄鶏完成。これがうまいんですよね。皮がプルプルで。ではここから先はスープもミルクも終わったので、グリーンカレーのベースとなるカレーペースト、そちらとあと具材の準備、そちらに参ります。ではこちらが今回のグリーンカレーペーストの具材たちです。こちらからパクチー、バジル、青唐辛子、生姜、ニンニク、玉ねぎ、クミンシード、コリアンダーシード、レモングラス、塩、ホワイトペッパー、網の塩漬け、ライムで、今回の分量がざっとこんな感じになっております。で結構青唐辛子のそのサイズ感とかによっても全然変わってくると思うんですけど、一応今回僕はこういった分量で揃えてみました。もしゆっくりと見られたい方は一時停止推奨です。で前回と変わっているところは、僕前回これの半分は万願寺唐辛子で代用してたんですよ。ちょっと辛みを抑えるために。でも今回はもう全部青唐辛子でいこうと思います。で今回玉ねぎはペコロスを使ってるんですけど、おしゃれぶって全然普通の玉ねぎでいいと思います。でこちらの玉ねぎあの後いろんなグリーンカレーのペーストを見てみたんですけど、結構原材料表記上の方にこの玉ねぎがあるんですよね。なので今回玉ねぎをちょっと加えてみました。で最後にこちらのライムのこれ皮です。より砕きやすいようにライムの皮を浴室乾燥にかけてパリパリに乾燥させてみました。でよくタイ料理なんかでカフェアライムピールっていうものを使われてあったりするんですけど、それこそマッサマンカレーなんかでも使われたりする、そういったメジャーなものがあるんですけど、あれが昆布みかんの皮なんですよね。でさすがに昆布みかんは用意できなかったので、今回はライムの皮で。以上ざっとこんな感じでございます。よし、では早速やっていきますか。じゃあ何もする必要がないものは一旦のけといて、生姜はざっくりと刻んであげて、もうほんとざっくりね。でニンニクこれも適当、あとはもう適当に刻んで、で先ほどネットで拝見したんですけど、現地の方のニンニクって日本のものよりももっと爽やかな香りなんですって。な
なので僕はニンニクに狂ってますので、こんだけモリモリに加えるんですけど、もしかしたら日本のニンニクの場合もうちょっと落としてあげた方が量なんかより現場感というか本場感が出るのかもしれないです。ニンニクの量に関しては皆さんのお好みの量で。じゃああとは玉ねぎ、あとはこちらも適当。じゃあラスト青唐辛子。じゃあ今回もいつも通りヘタと種は取りたいので、まずはスパスパスパッと。そして今回の青唐辛子めっちゃいい香りする。すごいものがいい。おそらく今回すごく美味しいものに仕上がると思います。で前回のグリーンカレーの時、もちろんこの青唐辛子とはまた別に万願寺唐辛子、そちらもブレンドしたっていうのもありますけども、多分それ以上に僕前回もこの中の種と綿除去したんですよね、見た目的に。なのでこの唐辛子の一番辛い成分であるこの綿のところを取ってるので、多分思ったほど辛くなかったんでしょうね。だから今回もこんだけ40本使いますけど、多分大丈夫なはず。根拠のない自信です。じゃああとは適当にザックザックザック。この時もそうですけど、唐辛子刻む時に唐辛子のジュースがこうジュワッと飛び散っちゃうので、それが目に入るとものすごい激痛になりますので、なんかメガに忘れるとか、なんかそういった対策をされるといいのかなと思います。僕は今裸眼なんですけどね。では最後こちらのパクチーなんですけども、今回8で購入しているのはパクチーの根っこをたくさん使いたかったからです。じゃあ今からこちらを8から出して、根っことかささっと洗ってきます。パクチーの根っこってかなり細かいひげ根なんですね。なかなか土が流さなかったです。とはいえこれにてパクチーの準備終了。じゃあ最後にささっとこのスパイス関係ささっと空入りして、よしもう OK。 ではここからペーストにしていくんですけども、先ほどもお伝えした通り我が家の高度文明機器は過労により殉職いたしましたので、今回は原初の文明。じゃあまずスパイス、これいけるかな。一応いけるいける。レモングラス、でもやっぱ一番危惧していたレモングラス、やっぱこの子に関してはすりつぶしにくいですね。なのでちょっとハサミも活用しよう。続いてライムの皮。じゃあ硬いものはあらかた潰せましたので、ここからフレッシュなものたち。さあここから大変だぞ。あと忘れ物のバジルも。思ったよりもペーストは作れそうですね。ただバリきついこれ。よし、とりあえずここまではできました。で正直まだ特にあれですね、青唐辛子あれの表皮なんかが若干残ってたりもするんですけど、まあきっと寛大なグリーンカレーの女神様は許してくれると思います。よし、というわけでこれにてグリーンカレーペースト完成。ではここまででスープ、ミルク、ペースト、こちらの3つが出揃いましたので、ここからは具材の準備および本調理に参ります。本日のラインナップがざっとこんな感じ。こちらからベビーコーン、オクラ、レンコン、ズッキーニ、ライム、ラムチョップ。実際ライムはトッピングっていう感じになるのかなと思いますけども。で一般的なグリーンカレーっておそらくチキンだと思うんですけど、今回なんとなくラムチョップ、よくインド料理なんかでマトン使われたりするので合わないことはないと思います。で普通であれば全部食べやすいサイズ感にカットして、でカレーの中にゴロゴロゴロ。
なんですけど、前回作った時にその方法だと全体的にこう緑一色になっちゃって、あんまり見栄え的に可愛くないなと思ったので、ここら辺のズッキーニとかは焼き野菜でグリルして、で盛り付けの際にポポポンと散りばめる感じにしようと思います。だからここら辺は煮込まない。ただこちらのラムチョップに関しては骨付き肉っていうのとこのサイズ感なので、グリルだけだとナイフとフォークが必要になる。だからすごく食べにくいということで、この子に関しては煮込みます。でこの骨周りの筋だったりとか、そういったところのコラーゲンがゼラチン化するまでやりたいので、煮込むのはカレーの中ではなくこちらのスープの中で。美味しくなるかどうかは分かりません。いってらっしゃい。火にかけて、今回はコト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 120分。ではこの間にお野菜たちをカットして、でズッキーニをちょっとくっつくのでささっと水洗い。こっちが木ズッキーニ。洗ってきます。じゃあ続いてオクラ。オクラはいつも通り。じゃあレンコンは皮むいて、で今回はこちらのレンコンの繊維感を大事にしたいので、繊維を立つ方向ではなく繊維を残す方向で。今回のイメージとしては、こちらがココヤシの新芽の代用品です。ちょっと大きすぎるな。このくらいのサイズ感で。いやほんと僕が現地でいただいたココヤシの新芽、ほんとこんな感じだったんですよね。記憶が正しければ。ちょっと繊維張ったコリコリ感で、今回はこちらのレンコンのシャキシャキ感、そこを大事にしたいので、変色を止めるっていう意味と、あとこの酢水を使うとレンコンのシャキシャキ感強くなるらしいですよ。このレンコンのシャキシャキ感の由来であるペクチンっていう成分、それがこのお酢と反応して加熱しても分解されにくくなるんですって。さらす時間は10分ほど。ではお野菜たちグリル。では一応これにてお野菜の準備が終了しまして、ラムチョップも煮込み終わり。我ながらいい感じなんじゃないですか。そしてさすがラムチョップですね。ラムというかマトンというか、一気にスープが羊さんの香り。ではここから本調理に入っていきますので、その本調理に使う材料たちをせーの。こちらからカレーペースト、ココナッツミルク、鶏ガラスープ、ナンプラー3オントで、今回の分量がこちらが 600g、1リットル、1リットル、100g、50gで、今回作った分のカレーペースト全部で 800g ぐらいあったんですけど、その中から 600g を持ってきてます。じゃあ本来のグリーンカレー作りでいうと、こちらのココナッツミルクのドロドロの部分を先に加えるんですけど、僕の絞ったココナッツミルク、そのドロドロとした部分がなくて、その代わり白い部分と透明なシャバシャバの部分、ここで分かれてるんですよね。振ったらすぐに馴染んじゃうんですけど。ですのでこちらのココナッツミルクの上ず、ドロドロしてる。ドロドロしてました。なのでやっぱりこの上澄みだけ半分お鍋に加えて、で中火にかけて、ここから分離の作業ですね。で前回からもうちょっと調べたんですけど、この分離の作業結構時間かかるみたいです。前回の僕のは加熱不足だったみたいですね。だいぶきましたね。この透明な油の部分とこの白いつぶつぶの部分、ここに分けるみたいです。で今ちょっと思ったのが、僕ずっと混ぜ続けてるんで、これ乳化してるんですかね。分離じゃなくて混ぜない方がいいのかな。では無事分離したところで、カレーペーストいってらっしゃい。じゃあこちらをなじませて、残り半分のドロドロちょっとなじませて、また分離させるビチビチのお時間です。でこちらを複数回に分けて行っていくんですけど、もうこの段階で分かりますね。前回作ったものとは全然違う。
終わったらここにナンプラーと三温糖と残りのシャビシャビでガラスープ。ではあとここにラム肉を戻し入れて、レンコンこちらを加えて、あんまり煮込んでもレンコンの食感がなくなっちゃうので、今回野菜沸騰したらもう OK。 はい OK。 はいというわけで、はいこれでココナッツから始まるグリーンカレーの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。ミドレンジャイというかあれですね、ご飯冷え冷え問題を解決しようとしてこっちにぬくめられるんで、ご飯を保温してある都度継ぐってなると、大食い動画の良さとはインパクトもなんもないですね。まあしょうがない。いただきます。なんかもううまいを通り越して眠いで、ちょっと忘れ物。今回なかなかに辛く仕上がったので胃を保護したい。はい、飲むヨーグルト。じゃあ早速盛り付けてまいりましょうか。はい、炊きたてほっかほかご飯にグリーンカレーダーバーんでマトンとんで、あとはもう思い思いにで、ちょっと色味が寂しかったので先ほどパプリカ刻んできました。一応これで完成。これグレにする必要なかったですね。普通に煮込んだ方が彩り綺麗かもしれない。上からかけよう。こっちの方が綺麗。では早速ご飯とルーで。レンコンがめっちゃうまい。やっぱりほとんど火入れをしてないので、もう歯ごたえシャッキシャキで、僕本当にこんな感じの記憶なんですよね。ココヤシの新芽本当にシャッキシャキで、あと近いものといったらタケノコとか、あと菊芋とか、なんかそういったコリシャキな食感の記憶なんですよね、僕。ズッキーニ異常なし、ベビーコーン異常なし、オクラ異常なし。すべてがうまい。ただ僕が昨年末に作った時のグリーンカレーと今日のグリーンカレーでいうと、昨年末の方が僕は好きだったかもしれないです。これは僕の作り方のせいですね。市販のココナッツミルク缶ってもうちょっとこう粘度が高いようなイメージがあるんですけど、自分で絞ると結構サラッとしてるというか、すごいフレッシュなので鶏ガラスープ必要なかったかもしれないですね。もう全部ココナッツミルクで作っちゃうみたいな。そしたらもっともっとココナッツのいい香りもするでしょうし、ここに関しては僕のミスですね。まあでもめっちゃうまい。ではここでラムチョップ。もう筋のところは完全にゼラチン化してますね。プルップル。めちゃくちゃにうまい。それはあんだけ100分120分煮込んでますからね。もう全てがプルプルで、調理中マトンっていうかラムって長時間煮込んでパサパサならないかな、大丈夫かなと思ってたんですけど、よくよく考えたらフレンチなんかでもマトンの煮込みとかありますもんね。めちゃくちゃに美味しい。でそれに加えてマトンというかラムというか、もうお肉自体の香りがすごく強いので、僕今回4点しか入ってないんですけど、煮込んだスープも使ってるからだと思いますけど、結構香り変わります。好きな方はお好きでしょうし、苦手な方は苦手でしょうし、僕個人的には日による。では早速2杯目。2杯目はライムを絞って、も
ライムが入ると一気に表情変わりますよね、グリーンカレーって。サラミうまい。ライムの香りが入って爽やかになるのと、あとエスニック感が増しますよね。これがいい。ただちょっと思うことを述べさせてもらうと、すり鉢の限界を見たという感じですね。僕の努力不足ですけど、やっぱすり鉢で当たると結構口に入りますね。青唐辛子のこの表皮というのか、食感が結構多いような気がします。まあそれはそれで。2杯目完食で思ったんですけど、当然今回全部青唐辛子で作ってあるので、昨年末よりかは全然辛いんですけど、それともやっぱ綿と種外してる分、そんなにこう火を吹くほどじゃないですね。まあ辛いですけど、ココイチさんでいうところの3辛ぐらいかな。意外とマイルドでした。じゃあだいぶお行儀悪いですが、何回食べても美味しい。で、骨離れも最高。そして今パクチーの塊に出会った。今回全部潰れてない分ちょこちょこあるんですよね。さっきはライムの皮、ドライライムの皮に当たって清涼感が生まれて、今パクチーが来てエスニックになって、これはこれで面白いかも。現場からは以上です。いくら思ったほど辛くなかったって言っても、やっぱ辛さの蓄積は起こりますね。汗が止まんない。おそらく残りの残量的にあと4杯くらいかなって感じです。さっきシャワー浴びたんやけどな。熱い、うまい。で、今食べ始めて約30分。ずっと弱火にかかってるので、レンコンの食感もだいぶ変わってきましたね。一番最初の頃のシャキシャキではなくて、今はホクホクですね。美味しい。ビールがいつにも増してうまい。じゃあ僕はちょっとここからですね、また食事の方に集中しようかなと思いますので、いつものごとく食没。っていうところで残り1杯分ぐらいですかね。やっぱ作るのは時間がかかっても食べるのは一瞬ですね。それと誤解のないようにお伝えしておきますと、家でココナッツはさばくべきものではありません。特に今回僕ハンマーっていうか金槌で叩くっていう割り方をしたんですけど、あれ予想以上にめちゃくちゃ大きな音が出ますので、皆さん近隣トラブル等になりませんようにご注意くださいね。そして僕が今気がついたこと、ライム全然使ってない。ビールの影に隠れてましたね。なのでしっかりと絞って、んでもってビールも開けて、これうまいっすよね。ならばラストラム。では最後一杯ということで、いつものごとくラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。改めて今日実感しましたね。
僕はグリーンカレーが好きですね。今回の趣旨的に本末転倒かもしれないですけど、僕自身がそんなココナッツミルクが大好きってわけではないんですよね。でもこんだけグリーンカレーがやっぱ好きな理由って、この青唐辛子の香りが多分僕好きなんでしょうね。もうそれこそピーマンとかシシトウとか、万願寺唐辛子とか、こういったナス科の植物の香りが好きなんでしょうね。めちゃくちゃ美味しかった。また青唐辛子が美味しくなってくるこの夏の時期、その時期にまた作りたいなと思います。次はもっとさらに美味しくっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。